これは何でしょうか？これは何ですか？なんか見たことある。なんだろう、包装紙。この絵柄。なんであれ？正解は桜クレパス。パッケージのデザインは50年以上変わっておらず、誕生からおよそ100年の超ロングセラー。50年変わってない。大阪中央区にある文具メーカー桜クレパス。全部が真の色鉛筆クーピーペンシルや名前書きの定番マイネームなど、世界初の画期的な商品を連発。クレパスとクレヨンの違いを確かめるコーナーではまさかの結果に。これです。ー、書かなかったことにしようか。さらにテレビ初公開、意外な業種で新技術の開発が進んでいた。創業は1921年。大阪100年企業の舵を取るのが今回のリーダー西村彦四郎だ。もうボロカスに怒られましてね、うまい会社潰す気があってもう本当に怒られてですね。2代目社長の孫でありながら社長になるとは思わなかった彦四郎。少子化文具市場縮小の中、11年連続で売上過去最高を更新した秘密とは？頭の中でこうイメージできるとそれがこうできるんだなっていうふうにすごく思いましたね。イメージできないとできないし、イメージできることはできるんだなと。日本のアートの礎を作った桜クレパス、今なお進化を続けるその裏側に迫った。関西リーダー列伝キーパーソンの成功秘話。さあ始まりました関西リーダー列伝であります。早速今回のリーダーにご登場いただきましょう。桜クレパスの西村彦四郎社長です。どうぞお入りください。よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いします。お座りください。よろしくどうぞお願いいたします。まあもう桜クレパスといえばお世話になりましたね。なりました。だから今日桜色のジャンパーなんだ。そうなんです。お絵描き大好き少年で、意外。はい、昆虫とか虫とか結構、はい、理科日記、観察日記みたいの。そうですそうです。クーピーペンシルを私愛用していて、クーピーペンシルが当時もうなんか女子の間で大人気で。これ憧れのやつよ。憧れのやつでした。なかなか手に入んなかった。そうです。子供が入学する直前のこのマイネームめちゃめちゃお世話になった。なった。算数で数え棒みたいなのあるじゃないですか。ある。細いプラスチックのあれ一本一本に息子の名前を全部フルネームで書くのよ。そう。あれがしんどかった。その時にこのマイネーム本当お世話になりました。いえいえもうその本当ありがとうございました。本当ありがとうございました。ありがとうございます。本当に感謝に耐えませんけれどもね。本当に。ちなみに社長彦四郎社長は何代目に当たるんですか？私は5代目にあたります。5代目。はあ、先ほどのビデオだとあれ大正時代ですか、創業は。そうですね、大正10年で、もう創業100年以上と。そうですね。門倉さん一口に100年以上って言ってもこれ大変なことでしょこれ。そうですね。今のその会社の平均寿命、創業してから倒産とか廃業するまでの平均的な期間が23.3年ぐらいなんですね。そうなんですか。だからもうその100年だから4倍以上ですよね。すごいですね。はい。さあじゃあ早速参りましょう。まずはその桜クレパスの歴史と西村社長の成功秘話にジャストミートや。桜クレパスの前身は1921年。教師だった佐竹林三とその義理の兄佐々木正興が創業した日本クレヨン商会。日本全国でクレヨンの需要が増え、一気に国産化が進む中、日本クレヨン商会もこの時期にクレヨン事業を始めた会社の一つだった。しかしクレヨンの時代は長く続かないかもしれないな。どうしてですか？色がちょっと下品だし、何より色を混ぜることができないからね。確かに。よく混ざり、それでいてしっかり紙に定着し、なおかつクレヨンと同じぐらいの値段の描画材料ができないかな。
クレヨンは硬くて手にべたつかず画用紙に定着しやすいという特徴があったが、その硬さゆえ線描には適しているものの、絵を描く上で欠かせない混色には向いていなかった。自由に混ぜられてクレヨンのように後処理の必要がなく、油絵の具のように厚みのある塗り方ができる描画材料。よし、やるぞ。その日から新しい描画材料の開発に乗り出した。そして1925年、パステルの色の良さとクレヨンの定着性の良さを生かした世界初のオイルパステルクレパスが完成した。大阪中央区にある桜クレパスの本社には、当時使われていたクレパスの成形機が今もまだ残されている。工場絵の具の大革命と呼ばれ人気を博した一方、粗悪な偽物が多く出回ったという。そこで当時のパッケージに添えられていた一言がこちら。本当の。その後も透明調にも不透明調にもできる絵の具マット水彩や、洗濯に強くにじみにくいマイネームクーピーペンシルなど唯一無二の商品を世に送り出してきた。そして創業から60年、1980年に桜クレパスに入社したのが今回のリーダー西村彦四郎だ。2代目社長の孫として1955年に生まれた西村。父親も桜勤めてましたから、まあふんだんにクレパスをもらってみんなが12色使ってるところをですね24色持ってってですねまあいろんな画材はとにかくは不自由しなかったですそして子供の頃、こんなエピソードが。こんなん絶対無理やん。苦手だったのは自転車乗れなかったし泳げなかったし、小学校低学年の頃ですね。自転車って二輪じゃないですか。それが倒れないっていうのが全く想像がつかなくておかしいなと思ってたんですけども、そうですね。そんなある日、乗れるかも。まあ、ある日ふとですね、普通に乗れるっていうイメージがすごい頭の中に湧いて、なんで？で乗ってみたら普通に乗れたんで、だからこう頭の中でこうイメージできるとそれがこうできるんだなっていうふうにすごく思いましたね。イメージできないとできないし、イメージできることはできるんだなと、そういうふうにすごい思います。学派ですね。成蹊大学に入学し、東京で流行の最先端を肌で感じたという。お、ナウイっていうことですね。ナウイ若者です。ちょっとお兄さん、その服何ですか？ああ、これですか？これダウンジャケットです。ダウンジャケット。はい。まあ、当時ダウンジャケットを着てる人なんか誰もいなかったんでだからそれ着てるとよく全然見ず知らずの人がですね「それ何?」って触られたりですね聞かれたりしていましたね。まあ、当時こうSNS とか情報社会じゃ全然ないし、何か新しいものないかって自分たちで探したりとか、こういろんな新しいことを探したり遊んだりとかですねしたことが一つのまあ、時代の風っていうんですかね、そういうのを感じたことが、まあ、一つの大きな一つになってるかなと思います。大学卒業後はアメリカに1年間留学。そして帰国後の1980年、桜クレパスに入社する。最初は営業の仕事。このサインペン、水性でありながら耐水性があって、しかも色あせしないんです。へえ、ええやんか。ほら、何月かもうどうか。ありがとうございます。よければ手に取って見てみてください。やっぱ自分がこれは売れると、この商品売れると思ったらですね、やっぱ熱も入るのか説明も上手なのか、やっぱしこう買ってもらえるんですね。でも自分がこれあんまり売れないなって、あんまり良くないなと思った商品はやっぱしなかなかやっぱ買ってもらえない。同じ商品でもですね、売れる人売れない人ってやっぱしあるわけですよね。だからそれはすごく大切だなと思いましたね。
しかし20代半ば、西村は病気を患い、数ヶ月の入院生活を余儀なくされた。数ヶ月寝たきりで、でもすることないからっていうんで本を読み始めたんですね。そこでいろんな興味が湧いてきて、それが今となってはですね、すごいプラスになっているなと。その後職場復帰した西村だったが、これは売れるぞ。よし。1984年、世界で初めての水性ゲルインキボールペンを開発し、大々的に売り出そうとしていた。おい西村、おい、このチラシ、この部分間違えてるやんけ。誤植や。ほんまや。もう修正して印刷したら間に合えへんぞ。すいません。私が担当していたそのパンフレットの中に誤植があることが分かりましてねもう真っ青にその時はなりましてね。でもう印刷し直す時間がなかったんで、至急シールを作って、当時あれ何万かな、なんかそれ全部もう間違った文字のところをですね、訂正のシール貼りをして、で袋入れ直してっていうのをですね、一人じゃちょっとできないんで、先輩方もみんなしょうがないなっつって来てくれてですね、暑い倉庫の中でですねみんなでやってもらって本当助かりました。さらに30代の前半、新商品の開発に携わることになった西村。品質が良くて高級路線のシャープペンシルなんてどうですか？高級シャープペンシル。はい、そんなん売れるか？絶対売れます。そこまで言うんならやってみろ。はい、ありがとうございます。しかしそれが売れなくてですねずっと長い間使ってたんですけども、もう壊れちゃって、今はもう今日机から出してきたんですけども、その商品がこれ。右に回すとシャープが出てきて、で逆にここが上がってノックシロが出るんですね。でこれでノックできると。でこれを逆に反対に回すとクリップが上がってくるんですね。でこれをクリップするっていう。でこの商品を作ったけども全然売れなくてですね、単純にいい商品を作れば、いい商品であれば売れるっていうふうに思っていたんですけども、やはり実際はそうではなくて、お客さんの目につくようにきっちり置かれて、でお客さんに見てそれを知っていただいて、その商品になったお店にも置かないといけないし、そういうマーケティング、トータルのですね流通からプロモーションが全てトータルで、整ってないと物は売れないっていうのが、商品がいいだけでは別に売れないんだっていうのが、思ったんですね。そして40代の時、転機が訪れる。アスクルって便利やな。事務用品何でも揃うもんな。ね。ちょっと待てよ。これの教育現場向けバージョン作ったらいけるんちゃうか。しかし、お前会社潰す気かってもう本当に怒られてですね、もうボロカスに怒られましてね。サクラクレパス2代目の孫、西村彦四郎。40代に訪れた転機とは。アスクルって便利やな。事務用品何でも揃うもんな。そんな昔からあるんだ、アスクル。ね。最近なのかと思った。ちょっと待てよ。これの教育現場向けバージョン作ったらいけるんちゃうか。これをやりたいと提案したらですね、もうボロカスに怒られましてね、お前会社潰す気かってもう本当に怒られてですね、いわゆるその通販っていうのは既存の流通とはやっぱし利害が相反するところがあるので、桜はやっぱ学校納品っていうのは非常に強いその販売店組織を持っていたんで、そういう組織から潰してしまうと、こんなことやったら桜の一番の強みを潰してしまうと、もう絶対ダメだというふうに言われて。しかし西村は諦めなかった。5年かかって会社や関係先を説得。
2002年に学校向けカタログ販売事業を開始し評価を得た。学校の先生方の意見を聞いたりですね、それから販売店さん納品店さんの意見も実際に聞いて、そうするとやっぱりそういうニーズは絶対あると、学校向けにこれやれば絶対成功するっていう、そういうなぜかそういう思いはもうあったんですね。ですのでこれはもう何としてもやっぱしなきゃいけないってことで、ずっと説得して。その後ハイブランドとのコラボ商品やクレパスの多色化などさまざまな企画を打ち出していった。さらに現在都道府県によって強いところ弱いところシェアのばらつきがあります。そこでこのように県別のシェアを分かりやすく見える化していきましょう。見えるか？弱い地区を見つけたら新規開拓を徹底的に行う。このような営業戦略の改革により教育市場のシェアをさらに伸ばすなど成功を積み重ねていった。そして2014年社長に就任する。自分もそんな社長になるなんて一切思ってなかったんで、だからある日社長に「ちょっと話あるからちょっと来い」って言われて、これからやっぱ桜100周年に向けてやっていかなきゃいけないと、一人の人間がやった方がいいと、お前が代わりに社長としてやれと言われて、もう本当びっくりですよねいやこれは大変だなっていう思いとですね、本当になんかそんな心境だったのをちょっと今でも思い出しますね。国内の文具市場が縮小する逆風下でも桜クレパスの売上高は常に右肩上がり。彦四郎社長の経営改革も功を奏し、2013年と比べ 1.6 倍に増えている。創業者は佐竹さん、そして佐々木さんということなんですけど、その後西村家にはどういった経緯で移行していくんですか？クレパスを作って最初発明した時ですね、なかなかいい色がなくて、夏には柔らかすぎる、冬には硬すぎるっていうことで、夏用冬用っていう2つのクレパスを作ったんですね。で2つを作ったんですけども、それは流通で時間かかりますから、お客さんが冬買う時に夏用買うこともあれば、冬用を冬に買ってもですねまだ夏も使うわけですよね。そういうことでもう返品の山で会社が厳しくなって、でその時に私の祖父である西村誠二郎が出資して始めたという。西村家のその家系図をちょっとご覧いただきましょう。こちらです。西村誠二郎さん、そして俊一、英二、健三、四郎、五郎っていう、もう分かりやすい順番ですね。分かりやすい。分かりやすいですね。最初123はちょっと考えられてますよね。俊一、英二、健三って。確かに。で最後双子なんですね。四郎五郎。四郎五郎双子なんですか？もう面倒くさい、多分四郎五郎。ご長男ですか？私長男なんです。よく彦四郎だから四男かって言われるんですけども、なんか彦には子供っていうような意味があるらしくて、四郎の子供だから彦四郎ってつけたと私は聞いてますけど。じゃあ外国でいう四郎ジュニアみたいなもんですね。そんなもんですね。一生忘れないですよ。彦四郎ってね。はい。引っ越ししろとか言われませんでした？いや初めてです。初めて、すみません。いわゆる同族企業ということになるんでしょうけども、門倉さんやっぱりその同族企業のメリットもありますよね。そうですね。普通の会社、株式会社だとやっぱり株主を見ていかないといけないので、短期的に利益を追求しなくちゃいけないというところがあると思うんですね。配当も出さなくちゃいけないし、でもやっぱ同族経営の場合には短期的な利益っていうのは度外視して、やっぱ中長期で会社をどうやって成長させていくかっていうところに集中できるので、そういったところで中長期の視点で成長しやすいっていうところがあると思いますけど。確かにそうですね。それはサントリーの鳥居さんもそうおっしゃってましたよね。あれなんかウイスキーなんて長いスパンで考えなきゃいけないから、やっぱり今のやり方がいいんです、同族がいいんですっていうようなことをおっしゃってましたけども、やっぱそういうことですか？やっぱし長い目で見ていくっていうことが一番の大きなメリットかなと思いますけど。西村彦四郎社長の成功秘話、イメージできることはできる。イメージしたらできるっていうのはどういうことなの？実現した時の姿っていうんですかね。そういうものがはっきり具体的にイメージできると、やっぱし成功する確率が高いのかなっていうふうには
感じますけど。なるほどね、はいそれはこう未来予想図的なものが見えるってことですか。そうですね、自分を無理やり信じ込ませてるのかもわかんないですけどね、そういうふうにして結局こういろいろこう事業とかしていく中で、まあずっとなんていうんですかね、何のトラブルもなく谷もなく進むってことはないです。必ず壁が2つも3つもこうぶつかっていくときに、はい、やっぱりその将来のその成功しているこう姿がこう実感できていると、そこを乗り越えていける、まあ、一つの力になるっていうか、はい、そういうところがあると思います。アスリートとかもやっぱ皆さん有能な方ってイメージトレーニングされてるじゃないですか、羽生選手とかもそうですけど、そういうのと似たようなところがあるのかなと。ある程度自分の頭の中でシミュレーションして取り組んでいくと、実際こう売上の増加につながっていきやすいところってあるのかなと思いました。西村彦四郎社長の成功秘話、ひらめいた学校版アスクル。国語もあれば算数もあれば体育もある、いろんな音楽もある、いろんなものがあるわけですよね。だからその中の一部しかまだやってないわけで、その全体をもっといわゆる子供が減ってきて、今までだと同じことだけやっていたら売り上げがやっぱ下がってしまうので、もう一回マーケット全体を見直しして、でそこでこう、アスクルっていうものがあったんで、アスクルを見た時にですね、すぐこれ学校向けにやったらいいんだっていう思いまして、そしたらいわゆるもう図画工作だけじゃなくて、全ての学校で使う全ての消耗品を扱えることになるんで、それで伸ばしていけるだろうというふうに思いました。他社の商品も載ってるんですよね。もう全部ですから、カタログを作った時には、私が最初に言ったことは、桜を売るなと。そうか。お客さんが望まれる、もういわゆるメーカーじゃなくて流通業ですから、桜を売るんじゃなくてお客さんが欲しいものを売れと。だから一番いい場所に桜よりも競合メーカーの方が売れるものがあれば、もうそれをメインで売る。なるほどね。だから社員にはですね、そこの部門を担当している社員には、もう桜商品を使わなくていいと、自分の好きなペンを使えって言ったら、そしたらみんな桜以外のもの使ってちょっとショックがクレパスはどのように作られているのか。取材班が向かったのは東大阪市にある桜クレパスの工場。製造のピークだという工場に入ると、これが一番最初のクレパスの原料になってます。ロウの成分ワックスと油を高温で混ぜて作っている窯になります。高温でワックスを溶かしながらオイルと混ぜ合わせていく。これがクレパスの硬さの決め手になる。次に液体は別の窯へと移され、色のついた粉、顔料を混ぜ合わせていく。こんな初めて見た。粉や。一見するとただ混ぜているだけのようだが、実は結構細かい。色目はもう大体ここでもうほぼ決まってしまいます。単純なんですけど、ここにいろんなものが技が入っておりまして、具体的には言える範囲でどんな？具体的には例えばかけ味とかね、その辺のやつですね、いいかけ味を出すための配合とかそういうのがされてます。配合する量や投入の仕方に秘密があり、職人が手作業で行うことで微妙な違いを見極めているという。そうなん？ただ入れたらいいだけじゃない。40分ほどかき混ぜると、次は目の前には3本の大きなローラー。この上にドロドロのクレパスの素をのせる。すると隙間にどんどん吸い込まれていった。伸ばしてる。ローラーの隙間は100分の1ミリ単位で調整され、粒子が均一に整えられる。これが滑らかな書き心地を生んでいた。100分の1ミリとしてこの工程を通すことによって同じ色、そして滑らかで伸びのいい色っていうのができます。ロールとロールの間の調整するっていうのはやっぱり職人になります。そして作業は最終段階へ。何これ？マグ
ネット？違う？違う。あれが縦長。なんだか気持ちいい。この工程は一体？こちら冷着の円盤です。成形する円盤なんですけれども、こちらの方に下の管を通して下から充填していきます。で、あそこでぴょこぴょこっとなってる、あれが、成形の一番最初の充填になります。クレパスは円盤を回りながら冷やし固められ、誰もが慣れ親しんだあの形になっていく。もう一回使うんですか？この工場で作られるクレパスは年間2000万本。直線距離にすると大阪から沖縄那覇までの長さだ。すごい。その一本一本におなじみのラベルが貼られ、ついに完成だ。お子さんが使うということで安全が一番大事だと思いますんで、品質、間違いない品質でお届けするというのを心がけてます。突然ですがここでクイズ。クレパスで培った技術を生かして桜クレパスは文具だけにとどまらずある業界に進出しています。さてその業界とは何でしょう？羽野さん、10秒でお答えください。クレパスで培っきっとね、カラフルじゃない、だから紙に書くだけじゃなくて化粧品とかじゃない？なるほど。アイシャドウにしたり。女性のね。正解は医療。医療現場で使われている商品とは一体？企業秘密だらけの研究所にテレビカメラが初潜入。医療現場で使われている商品とは一体？今回その研究室にテレビカメラが初めて入った。中には難しそうな機械が並ぶ。急に雰囲気変わるね。ねえ、全然。その商品がこちら。赤色のマークがついた紙。これを医療現場などで使われている滅菌作業の機械に入れて、しばらく経ってから見てみると、うわ、おや色が変わっている。なんで？実はこれ菌がちゃんと死滅しているか滅菌作業に問題がないかを色で判別できる商品。はは、だからブルーになるんだ。安全だよ。もともと絵の具とかですね、普通のものでは色は変わってはいけないものなんですけども、我々は逆にその色が変わるということを使って世の中の役に立っていくと。手術の現場とかでですね、パッと見てそれが滅菌がされてたものかどうかというのを判定一瞬でしないといけないので、その場合にこの色を見て、あ、これは滅菌済みだなというのを確認して開封して使うと。そうしないと院内感染の元になってしまうので、必ずこれを見て確認していただくというのを現場では行われています。色のプロならではの技術が命を救う現場でも活躍していた。桜クレパスを使ってみようのコーナーです。お題は西村社長にお願いしたいと思います。動物の絵をお願いいたします。動物の絵、はい、番組史上初ですね。本当ですね。みんなのお絵描き。先が細くなってるのはクレヨンとなんんだね。がってるのはクレヨンですね。どっちかというと線描って言いますか、線で描く絵。でクレパスは面描っていうか面を塗れる。塗った方がいいですね。塗り込みが、はい。じゃあ輪郭をクレヨンで描いて塗りをクレパスにしようかな。そういう感じ。あ、そうやって使い分けてもいいんだ。いいんですね。お題はね動物ですからね。ちゃんと動物描いてくださいよ。うわ、まずいなこれ。ああ、なるほどね。こうやってこう塗ってるとそれぞれの特色がありますね。ちょっと待って、これひどいぞ。あーまずい。
聞くところによると門倉さん結構絵心があるってよくスタッフに自慢してるらしいですね。私めっちゃ絵心ありますよ。絵心あるんですか？はい。絵心があるってのはその絵が上手いってことですよ。つまり、絵が好きとは違いますよ。自分で言うからどうなんですか？これあれですか？描いた絵っていうのはちゃんと焼却処分してもらえるのかしら。なんで？ああ、なるほど。あ、僕描かなかったことにしようか。なんで？いいじゃん。だって僕一応司会者なんだから、司会者だけ描かないっていうのは普通だよ。途中まで書いたのによく司会者だけね味見しなかったりするじゃないですか。皆さんにね味を聞いたりしてね。クレパスとクレヨンの違いが分かったところでお絵描きは終了。絵心があると普段豪語している門倉さん、お願いします。それです。すごい。すごい。これはすごい。迫力もある。迫力満点よ。すごいね。上手。タイガーマスクが始まりそうな感じするわこれ。本当に。すごい迫力がある。すごい。これぞ絵心ありですね。ありがとうございます。さあ、あきちゃんお願いします。私なんか真逆だ。はい。はい。じゃーん。あら可愛らしい。私パンダ大好きなんで、案外ほら黒だけでパンダ描けるけど、せっかくカラフルだったからクレパスを使って大好きな笹とあとタケノコ。タケノコ。笹の緑が綺麗だねこれね。これねいろいろ使いましただから。いいですねこれ。はい。可愛らしい。私うさぎ年なので、はい、うさぎを描かせていただきました。はい。これです。うさぎってでもひげ生えてるよね。あんな鼻毛みたいな生え方しないよね。一から出直したいと思います。失礼しました。うさぎでした。じゃあ社長お願いします。はい。お、これは猫です。社員の皆さん笑っていいんですよ。遠慮せずに、忖度なしですよこれ。今後の桜さんの売り上げに響かなければいいんですけどね。社長がこの絵なのかっつって。案外さ、ほら線が二重とかなってるから 3D メガネかけたり。なるほど。ちょうどいいかもしれない。だとしたらすごい。創業から100年、今も受け継がれる伝統の現場に密着取材。社長が発案した高級筆記具が売れている。桜が満開になった3月下旬、大阪市内のとある部屋に何やら熱心に絵を描く大人たちの姿が。大人になってからいいよね。ここは桜クレパスが運営する絵画教室。300人ほどの受講者がクレパスや絵の具を使って絵を描いている。うまいねこの人。桜クレパスが絵画教室を始めたのはおよそ40年前。絵画教室そのもので儲ける気はなく、多くの人に絵を描く楽しさを知ってもらおうという目的だった。実はこの精神は創業当時から。物を売るっていうのは付随的で、まずその自由画運動を広めるという活動をこうして、ですから当時の記録を見ると桜クレパスのその営業部じゃなくて美術部っていう名前なんですね。ここがなかったら家でブラブラしてるやろうなと思ってボケてきてると思いますわ。定年過ぎて10年以上になるんですけど、大切な場所ですね今。1週間のうちですごく楽しい時間の一つですね。めっちゃ大作だね。新学期を目前に控えるこの時期、桜クレパスは1年で最も忙しくなる。入社9年目、営業部の鈴木啓太さんが訪れたのは大阪枚方市の中学校。こんにちは。大阪には桜クレパスです。すみません、お時間いただきまして。とんでもないです。でこちらに入っているセットを何対何で混ぜたらこれぐらいの色になるっていう目安も聞きやすいので、生徒さんがこう好みの色合いが作りやすいかなと思います。これ初めて見ました。よかったです。ありがとうございます。創業当時、風呂敷にクレパスを包んで
クレパスの使い方を伝えて回ったという伝統の営業スタイルが今も受け継がれているのだ。絵の具の専門的なことは、分かってるつもりでもやっぱりいろんなやっぱ相談したい。どうしてもその教科柄、本校でも私美術一人なんで相談する相手はやっぱりたくさんいてほしいので、やっぱ来ていただけるっていうのは本当ありがたいというところです。最新情報も入るしな。実はこの学校だけでも去年秋から4回目の訪問。多い時には1日12校を回り商品を紹介しているという。足パンパンになりますね本当に。これまで先生が教えてきたもの、生徒さんが書いた作品なんかも一緒に見ることができて、現地の、生の声といいますか、どういうものを作りたい、どういうものを教えたいってことが直接お話できたので、実のある商談になったかなとは、思います。東京銀座、その中心に店を構えるのが明治37年創業の老舗文具店伊藤屋。おかげさまで今海外のお客様また戻ってまいっておりまして、でやはり日本製のもの、特に日本の筆記具は非常に人気になっております。その中では桜クレパスさんも非常に人気のブランドの一つとなっております。ここでも創業時からの営業の精神が。結構これから春のフレッシャーズだったりとかにも最適な商品だと思うので、でもかなりですね、いつも。ありがとうございます。売り込んでいるのは1本8800円の高級筆記具クラフトラボ。販売開始まであと2週間。大事な商談だ。なんかよりカジュアルになった感じで、アルミなんでやっぱり多分男女問わずに長時間書いても疲れにくいのかもしれないですね。結構数用意していただきたいなと思うので、可能な限り後ほどご連絡はいたしますけども、ご希望数にされるよう数の方調整させていただくので、引き続きよろしくお願いします。実はこのクラフトラボシリーズの生みの親が西村社長だ。社長自ら商品開発。会心の一本が生まれる瞬間。桜クレパス西村彦四郎社長が発案した高級筆記具クラフトラボ。その最新作の商品開発会議に同行した。東京渋谷。企画開始から1年半。この日は秋の販売に向けた最後の打ち合わせ。007との差別化も大事だけど、それよりもどっちが今回のインパクトあるからですね。インパクトで消費者に受け入れられるか、そっちの方がやっぱ重要視した方がいいと思うんですね。その007との差別化よりも、そこは今ちょっと彼の今日のデザイン。何度も試作と改善を繰り返してきた新商品。素材やデザイン、コストの細かい部分まで社長自らプロジェクトを進めていく。社長自ら全てのミーティングに出席してでダメだしこれやれっていうのを即決で、全部決めてやるから素晴らしいものができるんです。大体スムーズにいかないですね。今回でも何回も途中でユーザーの評価が良くなかったりとか、コストが合わなかったりとか、いろんな修正加えながら、でも最後はいつも大体いい案にまとまる、なんとかいつもまとまってるって感じですね。桜クレパスの商品戦略に日経新聞の平島記者は。若い世代を中心に自分が愛着を持っていたりとか、自分の個性を出せるような製品に関してはお金を払うことを厭わない
っていう傾向がですね最近あると思います。 Z 世代ミレニアル世代中心にですね、そういう時に文房具っていうのは身につけたりとかですね人に見せたりする機会が多いものですから、自分がこの製品を使うということに対してなんていうか個性を出しやすい製品になっていると思います。その点サクラクレパスさんの高級文具というのは、自分の個性を出せる、自分の愛着を込めることができる製品として、うまくフィットしているんじゃないかなと思います。子供の頃に使ったけれども大人になったら使わないという人も結構多かったと思うんですけれども、やはり大人になっても愛着を持って自分がお金をかけることができる製品群が生まれてきたというところはサクラクレパスにとっても一つ大きな転換点になっているのではないかなと思います。1本8800円。商品はいろんな値段帯があります。一番高いのは3万円以上のもありますし、一番安いのは2200円から。ああ、そうですか。これがその初期モデルですか。それが001って一番最初の商品で、これは5000円です。1本5000円。はい。ちょっとこうさ、ちょっとずしっときますね。この適度な重み。ああ、なるほど。もうでも手に取った時からいいやつだっていう気がすごいする。この多分これ重心の取り方もいいのかな。これちょっと下の方に来てますね。そうですね。はい。すごい書きやすいよこれ。すごい書きやすい。すごい書きやすい。書きやすい。何これ。びっくりした。これなんか言える範囲内でいいんですが、なんか特殊な。いや普通のゲルインキーボールペンなんですけども、やっぱ自分で言うのもなんなんですけども、ゲルインキーボールペンは桜が初めて作ったので、書き味には自信持ってます。めっちゃいい。すごいわ。これめっちゃサインしたくなるね。そうね。サインしたくなるこれ。はい。これでこのペンで。このペンで逆にこちら側から声かけてサインしましょうか。いうぐらい。実はボディが5色ありましたけども、実はボディだけじゃなくてレフィルの色もですね、書いてみてよく見ていただくと分かると思うんですけども、実は同じ黒なんですけども、青のボディは青っぽい黒、グリーンはグリーンっぽい黒っていう風にしてるんです。ほんまやわ。これは5本とも一応ジャンルとしては黒なんだけども、微妙にその黒の味わいが違うんです。全部同じ黒なのに。やっぱりビジネスでやっぱり黒しか使わないので、どうしても黒がメインになるんですけども、やっぱし桜はやっぱり色のメーカーっていうのもあって、やっぱりそこにちょっと個性、黒でも個性が出せないかなということで5色の黒っていうのを作ったわけです。ぶっちゃけこれは売れているんですか。おかげさんでこれは非常によく売れてます。ああ、そうですか。サクラクレパスってどうしても子供用の画材のイメージが強かったんで、でも実際のビジネスで見ると同じだけぐらいの筆記具の売り上げがあるんですね。でもお客さんに桜が筆記具を作ってることが知っていただいてなかったんで、やっぱり筆記具で桜っていうブランドを確立しようということでこのクラフトラボっていうのを始めたんです。今度008を出すんですけども、その後の次のシリーズでは万年筆とかもいろいろ検討しております。ああ、そうですか。すごいね。一つの文房具でね、いろんなチャレンジをしてる。だからラボ研究所ってことなんですか。子供用の画材だけだとやっぱ少子化どんどん進んできますので、市場小さくなっちゃいますけれども、大人向けのその筆記用具ですとか、あと絵画教室とかも社会人向けにやったりして、どんどん広がっていくなと思います。さあ今日は多岐にわたってお話を伺ってまいりましたが、恒例でございます。これを最後の質問とさせていただきます。西村彦四郎社長が考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか。はい、これです。最後の質問です。西村彦四郎社長が考えるリーダーに必要なこととは何でしょうか。はい、これです。会社の使命、将来像を明確に示し、社員のみんなにそれを達成したいと思ってもらえるようにすること。これはマジックじゃないですね。これクレパスで書きました。うわ会社の使命というのはズバリ何なんですか。私たちの使命はやはり色を通して皆さんの社会の人々の心を豊かに育んでいく、それともう一つは社員のみんなが幸せになると、その2つを使命として考えております。なんか門倉さん、会社のなんかアットホームな空気感が見えてきますね。そうですね。社長がいろんなミーティングに直接参加されて、すごくいい雰囲気で
あったので、僕も入社したいなと思ってまたぜひよろしくお願いします。本当にそう思ってます。思ってます思ってままずはお子様にね、サクラクレパスを使ってお絵描きをしてもらいましょう。いやー、あきちゃんいかがですか。いや本当初めて絵を描いた時にこちらにお世話になり、将来はそちらにお世話になれるっていうのが本当にいいと思います。いいですね、はい、一生サクラクレパスで、ね自分の世界を築くことができる素晴らしいお仕事じゃないかなと思います。なんでこうやってクレヨンとかクレパスを手にするとちょっと心が浮き立つのかっていう、童心に帰れるっていう部分もあるのかな。非常にピュアな気持ちでお話が聞けましたね。いつもこう虚飾にまみれた計算高い話しか聞いてないんですけども、なんだろう、こう、それも一つのクレパスの力なのかなっていうか、その彦四郎社長の持つ人間性なのか分かりませんが、非常に純度の高い時間を過ごすことができましたし、やっぱりこの色を使って社会に貢献したいっていう考え方素晴らしいなと思って、ふと思ったんですけど、我々の世界も総天然色カラーで色をお届けしているわけなんだから、もっと僕ら一人一人がピュアじゃなきゃいけないなと思った。みんな出直そうよ。もっとピュアな自分に戻ろうよ。次回は和食佐藤、握り長次郎などを運営する SRS ホールディングス重里兄弟が仕掛ける巨大和食チェーン大躍進の裏側。